ニンニクにはがんを防ぐ効果があると言われる。ほんと、ニンニクの匂いの元となっているのはアリインという物質だが、ニンニクをすりおろしたり切ったりしてしばらく置いておくと、酵素の働きでたくさんのアリシンに変わる。それをゆっくり低温で加熱すると、がんの予防効果があるアホ塩になる。この調理法がぴったり当てはまるのが、イタリアのスパゲティ料理、ペペロンチーノであるという。おめでたい日になぜ赤飯を食べるか。日本に東南アジア方面から米が伝わってきたのは縄文時代の終わり頃とされている。この米は赤みを帯びた種類で、豊臣秀吉の時代までこれを食べていた。秀吉の時代に日本に来た朝鮮の使者が、日本人は赤い飯を食べていると書き残している。もともと赤い飯だったから、神様の前に出るおめでたい日は昔を演出して赤飯、赤飯を食べるのである。どこの馬の骨だかわからないというが、なぜ馬か。中国では役に立たないものの例えを1に桂六、2に馬骨という。桂六は鶏の肋骨だが、これは小さいのでゴミ捨て場に捨てれば片付く。役立たずだが邪魔にはならない。しかし馬の骨となると大きくて捨てるのに困る。邪魔なだけだ。そこから誰にも大切にされず、ゴロゴロしている人という意味になった。なぜ飲み薬より注射や座薬の方が早くよく効くか。飲み薬は小腸で吸収され血管に入るが、そのまますぐ化学工場の肝臓に回り、解毒作用によって大部分は効果が薄められたり、あるいは体外に排出されたりする。これに対し座薬や注射は血管に入っても肝臓にすぐ行くルートではない部位なので、有効成分を体の問題部分にちゃんと配ることができる。その後肝臓に回るのでよく効く。ハンバーガーが熱帯雨林を殺している。なぜか。ハンバーガーを食べると牛肉の需要が増える。日本はアメリカから牛肉を輸入しているが、アメリカは中南米諸国から輸入している。コスタリカ、ホンジュラスなど中南米の諸国では、アメリカの巨大食肉会社と提携した地元企業が熱帯雨林を収益性の高い牧場にしてしまった。こうした牧場は1960年以降増え続け、熱帯雨林が焼き払われ、欧米のファーストフード用食肉を提供し続けています。赤ん坊はなぜ一日に何回もおしっこをするか。
赤ん坊は生まれて6ヶ月くらいまでは1日に20回以上、1歳では15回ぐらい、3歳でも10回くらいおしっこをするので、その期間中はおしめを外せない。なぜこんなに小刻みかというと、腎臓が未完成で濃い尿を作ることができないのである。だから薄い尿を何回にも分けて出し、老廃物を捨てている。おしっこの回数が多いのは新陳代謝が活発に行われ、すくすくと育っている証と思っていればよい。朝日を浴びない生活はメタボリックになりやすい。なぜか。日本大学の研究グループによると、残業続きで夜食生活を続け、翌日はフレックスタイムで午後出社し、夜中まで働くというシステムエンジニアにありがちな生活スタイルを続けていると、朝日を浴びることができないため、メタボリック体型になるという。これは細胞の中にあって脂肪をためやすくさせるタンパク質 BMAL1 が増えるから。このタンパク質は朝日を浴びると減るが、浴びないとそのまま残って悪さをする。唐辛子をたくさん食べる人はなぜ太らないか。肩甲骨の間やうなじには褐色脂肪細胞という細胞が分布しているが、これが広い範囲にたくさんある人は食べてもあまり太らない。この細胞には余分な細胞を燃やす働きがあるからだ。ただ人によって多い少ないがあり、多い人は脂肪分を摂りすぎるとうなじや肩甲骨のあたりの体温が上がるので、それとわかる。唐辛子、からし、胡椒などを食べるとこの細胞が活発になるので、ダイエットにはこれらの香辛料をたくさん摂るといい。ただし摂りすぎると胃壁が荒れるので、過ぎたるは及ばざるがごとしとなる。なぜ女性はさつまいもが好きか。甘くて美味しいからだ。栄養学的に言えば、美容に効果的なビタミン C と食物繊維をたくさん含んでいるからということになるだろう。100g あたりのビタミン C の含有率も夏みかんと同じぐらいで多い。このほかカルシウムの多さも見逃せない。大きめのさつまいもを一つ食べれば1日分のカルシウムを摂取するのに十分な量である。向こうずねや睾丸を打たれるとなぜ強烈に痛いか。向こうずねと睾丸はともに神経組織が張り巡らされた膜に覆われているが、筋肉がその上をカバーしていない。だから打たれると強い痛みに直撃される。向こうずねは皮膚のすぐ下に厚い神経組織のある骨膜があり、
睾丸は胃や腸を覆っている腹膜がそのままぶら下がって陰嚢の中に入り込んでいる。山芋や里芋を食べるとかゆくなる。どうすればいいか。とろろ汁を食べると口の周りがかゆくなるのは、材料となる大和芋や長芋にシュウ酸カルシウムの結晶が大量に含まれているからである。10分の1ミリメートルぐらいの針のような結晶が皮膚を刺激するのでかゆい。かゆくなるのが嫌だったら酢やレモンをかけるとよい。シュウ酸の結晶が溶けて針のようではなくなる。お酢を飲むとなぜ疲れが取れるか。酢を飲むとサーカスの人のように体が柔らかくなるという風説は誤解だが、酢を飲むと疲れが取れ健康維持に効果的というのは本当の話だ。酢には脂肪の代謝を活発にし、筋肉に溜まって疲労の原因となる乳酸やビルビン酸を分解する作用がある。天然醸造の酢や黒酢を飲むと疲れが和らぐのはこのためだ。ただし合成酢はダメ。ビールでは体の渇きは癒せない。なぜか。運動した後のビールはうまい。体の隅々まで染み渡るようだ。しかしちょっと待った。ビールを飲んだ後はすぐにトイレに行きたくなり、飲んだビールの 1.5 倍もの水分が排出されてしまうという。これはビールの利尿作用によるもので、その結果血液濃度は飲む前よりドロドロになる。ヨーロッパで食べる日本料理はまずい。なぜか。どんな腕のいい料理人が作ってもまずい。水が違うからである。飲料水には硬度という目安があるが、その値は含まれているカルシウム、マグネシウムなどミネラルの量で決まる。日本の水と比較すると5倍から20倍ぐらいヨーロッパ大陸の水の方が硬度が高い。ヨーロッパの料理には料理法にミネラル対策が入っているが、日本料理にはこうしたミネラル対策がないので、腕のいい日本人でもおいしい日本料理を作ることはできない。疲れるとなぜ甘いものを食べたくなるか。登山の非常食にチョコレートは欠かせない。とりあえず元気を回復できるからだ。疲れは筋肉や脳がエネルギーを消費した結果、その代謝物の乳酸など疲労物質が溜まって引き起こされる。
だから疲れを取るには疲労物質をなくせばいいわけだが、それにはエネルギー源を補給しなくてはならない。すぐエネルギーになる甘いものを食べると良い。寒天とところてんはどこが違うか。どちらも海藻の天草が材料だが、作り方が違う。透明な紅色の天草を干した後、煮て柔らかくして固めたものがところてん。干した時点で紅色は消え透明になる。寒天はところてんを凍らせた後解凍し、それをさらに煮て不純物を取り除く。これをさらに乾燥させる。つまり不純物があるかないかの違いだが、もちろん食べ方も違う。なぜ薬は冷蔵庫にしまっておくのが良いか。市販の薬の注意書きには冷暗所に保管と明記してあるものがあるが、明記してなくても冷蔵庫に保管しておくと良い。医者からもらった薬も冷蔵庫が良い。なぜなら薬は湿気と相性の悪いものがほとんどだからだ。冷蔵庫の中は常に乾燥しているので、救急箱代わりに保管しておくにはちょうどいい環境である。なぜまな板は熱湯より水で洗う方がいいか。熱湯消毒ができるので、水より熱湯の方が清潔を保てるように思える。ところがまな板の表面には肉、魚などいろんなタンパク質が付着しているので、熱湯をかけると凝固してまな板表面にできた包丁傷の中に残ってしまう。凝固したタンパク質の表面には膜ができるので、切り傷の中はばい菌にとって格好の繁殖場所となるのだ。だから清潔に保つには、使うたびに水で洗い流し、時々塩素剤殺菌や日光消毒するのが良い。熱湯を過信してはいけない。折れた骨はどのようにして元に戻るか。骨が折れると中の血管が破れて血液の塊ができる。折れた部分を元に戻して固定しておくと、この塊が骨の隙間を埋め、細胞増殖を起こす肉芽という組織になる。この肉芽がやがて骨に変化していくのである。血液が骨になっていくのだ。神社の境内にはなぜ杉が植えてあるか。花粉症のせいで杉はすっかり嫌われ者になってしまった。しかし花粉症の原因となっているのは、戦後に植林された西洋杉で、
昔から生えている日本杉ではない。神社の日本杉はよく見ると先が尖っている。これは矛杉とも言い、鋭く尖った天辺に神様が降りてくると考えられている。神様の目印となる神聖な樹木である。なぜ披露宴でキャンドルサービスをするか。キャンドルサービスは披露宴を盛り上げるため、結婚プロデューサーが考えた。キリスト教の結婚式では、新郎新婦がろうそくを一本ずつ持ち、祭壇のろうそくに二人で点火する。これは二つの命が一つになることを意味する敬虔な儀式だが、ろうそくの火の厳かな輝きが人々の心を打つ様子を見て、日本の結婚プロデューサーが取り入れたのだろう。マレーシアに住んだら月いくらかかる？生活費を合計すると16万1500円です。家賃10万円、コンドミニアム 2LDK、医療費5000円、水道光熱費8500円、インターネット2000円、食費4万円、交通費6000円、合わせて合計16万1500円。意外とお高いです。